体認証を受けた無人航空機を飛行させる者が遵守する必要がある運航ルール。無人航空機の機体認証を行う場合は、無人航空機機構規定に定めた無人航空機の安全性を確保するための限界事項など、最大離陸重量、飛行可能高度、飛行可能速度などを使用の条件として指定し、使用条件など指定書として交付することとしている。機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、当該使用の条件の範囲内で特定飛行しなければならない。機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。具体的には、無人航空機の機体認証を行う場合に設定される無人航空機整備手順書、機体メーカーの取扱説明書などに従って整備をすることが義務付けられる。航空法令の規定に違反した場合には、次の罰則の対象となる可能性がある。技能証明を有する者は、罰則に加えて、技能証明の取り消しなどの行政処分の対象にもなる可能性がある。事故が発生した場合に飛行を中止し、負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき、2年以下の懲役または100万円以下の罰金。登録を受けていない無人航空機を飛行させたとき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。アルコールまたは薬物の影響下で無人航空機を飛行させたとき、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。登録記号の表示有はリモート ID の搭載をせずに飛行させたとき、規制対象となる飛行の区域または方法に違反して飛行させたとき、飛行前の確認をせずに飛行させたとき、航空機または他の無人航空機との衝突防止をしなかったとき、他人に迷惑を及ぼす飛行を行ったとき、機体認証で指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行ったとき等し50万円以下の罰金、飛行計画を通報せずに特定飛行を行ったとき、事故が発生した場合に報告をせず、または虚偽の報告をしたときなど30万円以下の罰金、技能証明を携帯せずに特定飛行を行ったとき、飛行日誌を備えずに特定飛行を行ったとき、飛行日誌に記載せず、または虚偽の記載をしたとき、運航管理体制、安全確保措置リスク管理など、運航管理体制、安全確保措置リスク管理など、安全確保措置など、カテゴリー飛行のうち、カテゴリー B 飛行については、技能証明を受けた操縦者が、機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合には、特段の手続きなく飛行可能である。この場合には、安全確保措置として次に掲げる事項などを記載した飛行マニュアルを作成し遵守しなければならない。無人航空機の定期的な点検及び整備に関する事項、無人航空機を飛行させる者の技能の維持に関する事項、当該無人航空機の飛行前の確認に関する事項、無人航空機の飛行に係る安全管理体制に関する事項、事故などが発生した場合における連絡体制の整備などに関する事項、カテゴリー飛行のうち、カテゴリー A 飛行については、技能証明を受けた操縦者が、機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合であっても、あらかじめ、運航管理の方法について、国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受ける必要がある。カテゴリー飛行を行う場合の運航管理体制。カテゴリー飛行を行う場合には、一等無人航空機操縦士資格を受けた操縦者が第一種機体認証を有する無人航空機を飛行させることが求められることに加え、あらかじめ運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を受ける必要がある。具体的には、無人航空機を飛行させる者は、第三者上空飛行に当たり想定されるリスクの分析と評価を実施し、非常時の対処方針や、緊急着陸場所の設定などの必要なリスク軽減策を講じることとし、これらのリスク評価結果に基づき作成された飛行マニュアルを含めて運航の管理が適切に行われることを審査される。また、飛行の許可、承認の審査において無人航空機を飛行させる者が適切な保険に加入するなど賠償能力を有することの確認を行うこととしている。カテゴリー飛行を行う場合のリスク管理、一等。カテゴリー飛行を行う場合に、その運航の管理が適切に行われることについては、運航形態に応じたリスク評価を行い、その結果に応じて必要な措置を講じることによって行う。当該リスク評価の手法については、リスク評価に関するガイドラインが作成される予定である。無人航空機操縦者技能証明、制度は、無人航空機を飛行させるのに必要な技能、知識及び能力を有することを、国が証明する資格制度である。国が指定した民間試験機関、指定試験機関による学科試験、実地試験及び身体検査により知識及び能力を判定し、これらの試験などに合格した場合には、国が技能証明を行う。技能証明は、カテゴリー飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士とカテゴリー飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士の2つの資格に区分され、それぞれの資格において、無人航空機の種類、6種類、及び飛行の方法、3種類について限定をすることとしている。パワードリフト機、パワードリフトへの飛行にあたっては、回転翼航空機、マルチローター、及び飛行機の両方の種類の限定に係る資格が必要となる。次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の申請をすることができない。
航空法の規定に基づき技能証明を拒否された日から1年以内のものまたは技能証明を保留されているもの、航空法などに違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に当たり飛行または重大な過失があった場合にかかるものに限る。航空法の規定に基づき技能証明を取り消された日から2年以内のものまたは技能証明の効力を停止されているもの、航空法などに違反する行為をした場合や無人航空機の飛行に当たり飛行または重大な過失があった場合にかかるものに限る。次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明試験に合格したものであっても技能証明を拒否有は保留することができる。転換や認知症などの無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気にかかっているもの、アルコールや大麻、覚醒剤などの中毒者、航空法などに違反する行為をした者、無人航空機の飛行に当たり飛行または重大な過失があったもの、技能証明の交付手続き、技能証明を受けようとする者は、指定試験機関が実施する学科試験、実地試験及び身体検査に合格した上で、国土交通大臣に技能証明書の交付の申請手続きを行う必要がある。この場合において、学科試験に合格しなければ、実地試験を受けることができない。無人航空機の民間講習機関のうち国の登録を受けた、登録講習機関の無人航空機講習、学科講習、実地講習を修了したものにあっては、技能証明試験のうち実地試験を免除することができる。技能証明試験に関して不正の行為が認められた場合には、当該不正行為と関係のあるものについて、その試験を停止し、またはその合格を無効にすることができる。この場合において、当該者に対し一定期間試験を拒否することができる。これらの手続きについては、技能証明の新規交付にかかる場合のほか、技能証明を有する者がその限定を変更しようとする場合も同様である。また、技能証明の有効期間は3年であり、その更新を申請する者は、登録更新講習機関が実施する無人航空機更新講習を有効期間の更新の申請をする日以前3月以内に終了した上で、有効期間が満了する日以前6月以内に国土交通大臣に対し技能証明の更新を申請しなければならない。技能証明を受けた者の義務。技能証明を受けた者は、その限定をされた種類の無人航空機または飛行の方法でなければ、特定飛行を行ってはならない。飛行の許可、承認を受けて、特定飛行を行う場合を除く。技能証明を行うにあたって、国土交通大臣は技能証明にかかる身体状態に応じ、無人航空機を飛行させる際の必要な条件、メガネコンタクトレンズや補聴器の着用などを付すことができることとしており、当該条件が付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、特定飛行を行ってはならない。飛行の許可、承認を受けて、特定飛行を行う場合を除く。技能証明を受けた者は、特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。技能証明を受けた者が次に掲げる項目のいずれかに該当する場合には、技能証明の取り消し、または1年以内の技能証明の効力の停止を受けることがある。転換や認知症などの無人航空機の飛行に支障を及ぼす恐れがある病気にかかっているまたは身体の障害であることが判明したとき、アルコールや大麻、覚醒剤などの中毒者であることが判明したとき、航空法などに違反する行為をしたとき、無人航空機の飛行に当たり飛行または重大な過失があったとき、航空法以外の法令など、小型無人機など飛行禁止法。小型無人機など飛行禁止法は、国会議事堂などの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能など良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに、国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに、公共の安全の確保に資するため、これら重要施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空における小型無人機などの飛行を禁止するものである。飛行禁止の対象となる小型無人機など、小型無人機など飛行禁止法により重要施設及びその周辺地域の上空の飛行が禁止される対象は、小型無人機及び特定航空用機器であり、具体的には次の通りである。飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空のように供することができる機器であって、構造承認が乗ることができないもののうち、遠隔操作右は自動操縦により飛行させることができるものと定義されている。航空法の無人航空機と異なり、小型無人機は大きさや重さに関わらず、対象となり、100g 未満のものも含まれる。航空機以外の航空のように供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるものと定義されており、気球、ハンググライダー及びパラグライダーなどが該当する。飛行禁止の対象となる重要施設。小型無人機など飛行禁止法により、重要施設の敷地、区域の上空、レッドゾーン、及びその周囲おおむね300メートルの上空、イエローゾーンにおいては、小型無人機などを飛行させることはできない。その対象となる重要施設は以下の通り、この他にも、外国要人の来日などに伴い、一時的に対象施設が追加されることがある。詳細については、警察庁ホームページなどを参照すること、危機管理行政機関の庁舎、飛行禁止の例外及びその手続き、
小型無人機などの飛行禁止の例外は、次に掲げる場合に限られており、航空法に基づく飛行の許可、承認や機体認証、技能証明を取得した場合であっても、小型無人機などを飛行させることはできない。対象施設の管理者有は、その同意を得た者による飛行、土地の所有者などまたはその同意を得た者が、当該土地の上空において行う飛行、国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行。ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地または区域の上空、レッドゾーンにおいては、上記 B または C であっても、対象施設の管理者の同意が必要となる A の飛行のみか、飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機などを飛行させる場合、都道府県公安委員会などへ通報しなければならない。警察官などは、小型無人機など飛行禁止法の規定に違反して、小型無人機などの飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置を取ることを命ずることができる。また、やむを得ない限度において、小型無人機などの飛行の妨害、破損その他の必要な措置を取ることができる。対象施設の敷地、区域の上空、レッドゾーンで小型無人機などの飛行を行った者及び、警察官などの命令に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。電波法。1、制度概要及び無人航空機に用いられる無線設備。無人航空機においては、その操縦や画像伝送のために電波を発射する無線設備が利用されている。これらの無線設備を日本国内で使用する場合には、電波法令に基づき、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局を開設する必要がある。微弱な無線局や一部の省電力の無線局は除く、本制度の詳細については、総務省電波利用ホームページなどで確認すること。国内で無人航空機での使用が想定される主な無線通信システムは以下の通り。発射する電波が極めて微弱な無線局や一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する省電力の無線局については、無線局の免許有は登録が不要である。無人航空機にはラジコン用の微弱無線局や省電力データ通信システム、無線 LAN の都度の一部が主として用いられている。微弱無線局、ラジコン用、ラジコンなどに用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電解強度、電波の強さが200シグ以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められている。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に産業用の農薬散布ラジコンヘリなどで用いられている。一部の省電力の無線局空中線電力が 1W 以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局については、免許有は登録が不要である。例えば、Wi-Fi や Bluetooth などの省電力データ通信システムの無線局などが該当する。これらの省電力の無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要だが、技術基準適合証明など、技術基準適合証明有は、工事設計認証を受けた適合表示無線設備でなければならない。具体的には、以下下の技術基準適合証明などを受けた旨の表示、技的マーク、などにより確認すること。上記の無線局のほか、無人航空機にアマチュア無線が用いられることがある。この場合は、アマチュア無線技師の資格及びアマチュア無線局免許が必要である。なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信である。そのため、アマチュア無線を使用した無人航空機を、利益を目的とした仕事などの業務に利用することはできない。また、無人航空機において、FPV、ファーストパーソンビューといった画像伝送が用いられることがある。アマチュア無線による FPV、無人航空機については、現在、無人航空機の操縦に 2.4GHz 帯の免許不要局を使用し、無人航空機からの画像伝送に 5GHz 帯のアマチュア無線局を使用する場合が多いが、5GHz 帯のアマチュア無線は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられている。このため、同一帯域を使用する他の各自業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければならない。特に 5.7GHz 帯では無人移動体画像伝送システムが用いられているほか、5.8GHz 帯は DSRC システムに割り当てられており、主として高速道路の ETC システムや駐車場管理などに用いられているので、それら付近での使用は避けるなど、運用の際には配慮が必要である。携帯電話などを上空で利用する場合、携帯電話などの移動通信システムは、地上での利用を前提に設計されていることから、その上空での利用については、通信品質の安定性や地上の携帯電話などの利用への影響が懸念されている。こうした状況を踏まえ、実用化試験局の免許を受ける、または、高度150メートル未満において、一定の条件下で利用することで、季節の無線局などの運用などに支障を与えないことを条件に、携帯電話などを無人航空機に搭載して利用できるよう、制度を整備している。詳細は、総務省電波利用ホームページを確認すること。その他の法令など、上記の法令に加え、その他の法令などまたは地方公共団体が定める条例に基づき、無人航空機の利用方法が制限されたり、都市公園や施設の上空など特定の場所において、無人航空機の飛行が制限されたりする場合がある。
こうした法令などや条例については、国土交通省ホームページに一覧などが掲載されている。条例の最新の情報については、地方公共団体に確認すること。法令などに基づく規制ではないが、警備上の観点などから、警察などの関係省庁などの要請に基づき、国土交通省が無人航空機の飛行自粛を要請することがある。飛行自粛要請区域が設定される場合には、国土交通省のホームページツイッターにて公示するため、無人航空機の操縦者は、飛行を開始する前に、当該空域が飛行自粛要請区域に該当するか否かの別を確認し、その要請内容に基づき、適切に対応すること。無人航空機のシステム。無人航空機の機体の特徴。機体種類別。無人航空機の種類と特徴。回転翼航空機、マルチローター。回転翼航空機、ヘリコプター、及び飛行機などが該当する。回転翼航空機、マルチローター、及び回転翼航空機、ヘリコプターは、垂直離着陸や空中でのホバリングが可能という特徴がある。一方で、飛行機は垂直離着陸やホバリングはできないが、回転翼航空機に比べ、飛行速度が速く、エネルギー効率が高いため、長距離、長時間の飛行が可能という特徴がある。さらに、回転翼航空機のように垂直離着陸が可能で、巡航中は飛行機のように前進飛行が可能となる。両方の特徴を組み合わせたタワードリフト機、パワードリフトもある。飛行機は回転翼航空機と比べ高速飛行、長時間飛行、長距離飛行が可能であるが、一般に安全に飛行できる最低速度が決められており、それ未満での低速飛行ができない。水平離着陸には広いエリアが必要であり、高度な操縦技能と飛行制御技術が必要である。一方、適切な機体設計によって無操縦、無制御でも飛行安定が達成でき、仮に故障などによって飛行中に推力を失っても、滑空飛行状態になれば、すぐには墜落しない。飛行機は翼に揚力を発生させて自重を支えることができるのが特徴である。このため比較的少ないエネルギーで飛行し、長距離飛行が可能になる。エレベーター、上下ピッチ方向、エルロン、左右ロール方向、ラダー、左右両方向、スロットル、推進パワーの複合的な操縦で飛行する。離着陸には、機体のサイズに合わせた滑走路が必要となる。滑空するため墜落、不時着する場合の落下地点を狭い範囲に抑えることができない。推力により前進し、空気をつかみ、揚力が生まれるので、回転翼航空機とは違いホバリングや後退、横移動はできない。横方向の移動はバンクターン、旋回で行う。姿勢安定装置を使用しない場合はバンクターンの操作はエルロンとエレベーターの複合である。角の低速飛行や角の上昇角度、角の旋回半径小により翼面から空気が剥離する失速という状態に陥ることがある。失速時は舵の操作が効かなくなる。これは飛行機にとって極めて危険な状態である。失速を回避するためにも操縦には高い技能が求められる。特に技能が必要なのは手動操縦における離着陸である。離着陸含めて自動飛行を行う場合は発射装置や回収装置などの地上設備が必要となる場合がある。大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。大型機、最大離陸重量 25kg 以上は主翼面積が大きくなるため、よりペイロード、積載可能重量を大きくすることができる。ガソリンエンジンなど推進動力の選択肢も広がるのでより長距離、長時間飛行も可能になる。25kg 未満の飛行機に比べて、風の影響も受けにくくなる。大型機は、事故発生時の影響が大きいことから、操縦者の運航への習熟度及び安全運航意識が十分に高いことが要求される。大型機は、機体の完成力が大きいことから、増速、減速、上昇、降下などに要する時間と距離が長くなるため、障害物回避には特に注意が必要である。緊急着陸地点の選定も小型機より広い範囲が必要となる。一般に小型の機体よりも騒音が大きくなるため、飛行ルート周囲への配慮が必要である。回転翼航空機、ヘリコプターは垂直離着陸、ホバリング、低速飛行が可能であるが、これには大きなエネルギー消費が伴い、風の影響を受けやすい。同じ回転翼航空機であるヘリコプター型とマルチローター型で比べると、ヘリコプター型は一組のローターで揚力を発生させるため、回転翼航空機、マルチローターに比べローターの直径が大きく、空力的に効率よく揚力を得ることができる。回転翼航空機、ヘリコプターにおいては以下に示すような機構が必要であり、構造的に複雑となっている。ローターの回転面を傾けたり、機体を前後左右に運動させる場合、ローターピッチ角を変えたり、上昇、降下させる場合、するために必要な機構、スワッシュプレートなど、ローターの反トルクを打ち消したり、向き、両方向を変える操縦に用いたりするテールローター、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。回転翼航空機、ヘリコプターにおいて最大離陸重量 25kg 以上の大型機では、完成力が大きく操舵時の機体挙動が遅れ気味になるため、特に低点で位置を維持するホバリングでは早めに操舵することが必要となる。また一般的に小型の機体よりエンジン騒音やローター騒音が大きくなる。1、機体の特徴。回転翼航空機、マルチローターは機体外周に配置されたローターを高速回転させ、上昇、
降下や前後左右移動、ホバリングや機体を水平回転させることができる。大きなエネルギー消費により、複数のローターを高速回転させ揚力を得て飛行するが、風の影響を受けやすく飛行の安定性を高めるため、フライトコントロールシステムを用いローターの回転数を制御し、機体の姿勢や位置を安定させている。操縦は送信機に備わるコントロールスティックなどを操作して行う。ローターの数によってそれぞれ故障が異なる。ローターの数4、クワッドコプター、6、ヘキサコプター。モーター性能を同一とした場合、ローターの数が多いほど故障に対する耐性が向上し、ペイロード、積載可能重量が増える。上昇、ホバリング、降下。機体に備わるすべてのローターを回転させ回転数を増加させていくと、機体重量以上の揚力を得ると上昇し始める。機体重量と揚力が釣り合い、対地高度が安定した状態を継続するとホバリングとなる。ホバリング状態からローター回転数を下げると降下する。機体の前後左右移動は、その指示した側のローターの回転数を下げ、反対側のローター回転数を上げることで、機体が傾き、ローター推力の効力が指示した方向に傾くので、傾いた方向に機体が移動する。ローターの反トルクバランスを崩すと、機体の水平回転が始まる。揚力を得ている状態で、もしくは左回転を指示すると、指示した回転方向のローターの回転数が下がりトルクバランスが崩れ回転が始まる。回転翼航空機、マルチローターと、機体の動き。回転翼航空機、マルチローターを操縦する際に、機体の動きを指示するために用いられる用語として以下のものがある。スロットル、上昇、降下、ラダー、機種方向の旋回、エレベーター、前後移動。2、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。回転翼航空機、マルチローターの最大離陸重量 25kg 以上の大型機の特徴としては、以下のものが挙げられる。機体の対角寸法やローターのサイズやモーターパワーも大きくなり、飛行時の完成力も増加し、上昇、降下や加減速などに要する時間と距離が長くなる。離着陸やホバリング時の地面降下などの範囲が広がり、高度な操縦技術を要する。飛行時機体から発せられる騒音も大きくなり、周囲への影響範囲も広がる。無人航空機の機体の特徴、飛行方法別。夜間飛行と日中飛行の違い。航空法では原則として無人航空機は日出から日没までの間において飛行させることになっている。これ以外の夜間、日没から日出までの間に飛行させる場合は承認が必要である。日没及び日出時刻は地域により異なるため、事前に確認すること。夜間飛行では、機体の姿勢や進行方向が視認できないため、灯火を搭載した機体が必要であり、さらに操縦者の手元で位置、高度、速度などの情報が把握できる送信機を使用することが望ましい。地形や人工物などの障害物も視認できないため、離着陸地点や計画的に用意する緊急着陸地点、飛行経路中の回避すべき障害物も視認できるように地上照明を当てる。機体に搭載されたビジョンセンサーが夜間に対応していない場合は、衝突回避、姿勢安定などの安全機能が使用できない可能性があることに注意が必要である。夜間飛行のために必要な装備。夜間飛行のための必須装備として、無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できる灯火を有することが求められる。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明などで十分照らされている場合は、この限りではない。目視外飛行と目視内飛行の違い。目視外飛行では、機体の状況や障害物、他の航空機などの周囲の状況を直接肉眼で確認することができないので、機体に設置されたカメラや機体の位置、速度、異常などが状態を把握することが必要である。目視外飛行のために必要な装備。目視外では補助者が配置され周囲の安全を確認ができる場合に必要な装備があり、補助者が配置できず安全を確認できない場合は、さらに必要な装備が追加される。主なものは以下の通り、目視外飛行において補助者が配置され周囲の安全を確認ができる場合に必要な装備、自動操縦システム及び機体の外の様子が監視できる機体、搭載カメラ機体の高度、速度、位置、不具合状況など状況を地上で監視できる操縦装置、不具合発生時に対応する危機回避機能、フェールセーフ機能、電波断絶時の自動帰還や空中停止機能、GNSS、電波故途上時の空中停止や安全な自動着陸、電池故途上時の発煙発火防止などの機能がある。補助者を配置しない場合に追加する必要のある装備、航空機からの視認性を高める灯火、灯色、機体や地上に設置されたカメラなどにより飛行経路全体の航空機の状況が常に確認できるもの、第三者に危害を加えないことを製造事業者などが証明した機能、機体の張り道、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況などを把握できる操縦装置、計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できる操縦装置、飛行原理と飛行性能、無人航空機の飛行原理。無人航空機が飛行するためには重力に対抗する上向きの力を必要とする。飛行機では主翼に発生する揚力で重力に対抗する。一方、飛行機には飛行速度と逆向きに空気抵抗である抗力が働くが、それに抗するために回転翼であるプロペラなどによる推力が必要である。一方、
回転翼航空機、ヘリコプター、及び回転翼航空機、マルチローターにおいては、重力に対抗する上向きの力は、プロペラ、ローターによる推力によって生み出される。機体が運動すると、機体には飛行機と同様に、抗力も作用するが、推力の大きさを重力以上にし、機体姿勢を変化させてこれにこうする。これら機体に働く力が釣り合ったとき、機体は速度と姿勢を一定とする定常飛行、釣り合い、飛行を行う。飛行中の航空機に流入する空気の機体に対する角度を傾角度と横滑り角で表す。機体の前後、上下を含む面に空気流入の向きを投影したときに前後軸とのなす角を傾角度という。下方から空気が流入するときに傾角度は正である。また、機体の前後、上下を含む面と空気流入の向きの面のなす角を横滑り角という。機体右側から空気流入するときに横滑り角は正である。機体に作用する揚力と抗力などの空気力、モーメントは流入空気の速さとともに傾角度、横滑り角で決まる。航空機の姿勢はピッチ、ロール、揚と呼ばれる角度で表現する。機体の機首を上げ下げする回転がピッチ、機体を左右に傾ける回転がロール。機体を上から見た時の機首の左右の回転が揚である。水平状態からのそれぞれの角度をピッチ角、ロール角、バンク角、揚角、方位角と呼び、それらの角速度をピッチ角速度、ピッチング、ロール角速度、ローリング、揚角速度、揚イングと呼ぶ。一般に飛行機はプロペラによる推力によって速さを制御し、また、ピッチ、ロール、揚の姿勢を変化させることで飛行速度の向きを制御する。基本的に、ピッチを変化させるための舵が水平尾翼にあるエレベーター、昇降舵、ロールを変化させるための舵が主翼にあるエルロン、補助翼、揚を変化させる舵が垂直尾翼にあるラダー、方向舵である。流れる空気の中に翼のような流線形をした物体が置かれると、物体には空気力が作用するが、流れとシデノー型項に作用する力を揚力、流れの方向に働く力を抗力と呼ぶ。翼の前縁と後縁を結ぶ翼弦と流れのなす角を傾角といい、空気が下方から流入するときに傾角度は正である。一般に傾角度が増すと揚力、抗力ともに増加する。翼の断面形状が上面の湾曲が下面より大きな翼型は、効率よく揚力を発生できるので翼型やローター断面に利用される。しかしながら、あまり大きな傾角度にすると、流れは翼の表面から剥離し、揚力は減じ、抗力が増大し、失速を招く。飛行中の飛行機が失速状態に陥ると、機体は急降下を始める。プロペラは2枚以上のブレードと呼ばれる翼が回転して推力を発生する。プロペラの回転にはトルクが必要であり、プロペラを回転させる原動機には反トルクが作用する。回転翼航空機、マルチローターはプロペラからの反トルクを相殺するために偶数個のプロペラを半数ずつ異なる向きに回転させるのが一般である。各プロペラの回転数を変化させ、推力とトルクを変化させてピッチ、ロール、揚の運動を行う。一般的に回転翼航空機、ヘリコプターはメインローターの反トルクをテールローターで相殺する。メインローターは1回転する間にブレードのピッチ角度を周期的に変化させる可変ピッチ機構を持ち、これによって機体のピッチ、ロールの姿勢制御を行い、テールローターの推力を変化させて揚の姿勢制御を行う。カテゴリー飛行を行うにあたっては、無人航空機の飛行性能、離陸性能、上昇性能、加速性能、巡航性能、旋回性能、降下性能、着陸性能など、及びこれに影響を与える要因、機体重量、飛行速度、空気密度や風などの大気状態などについて理解することが必要となる。無人航空機には、ペイロードを搭載できない機体を除き、機体ごとに安全に飛行できるペイロードの最大積載量が定められている。ただし、ペイロードの最大積載量とペイロード搭載時の飛行性能は飛行高度、大気状態によっても異なり、また飛行機の場合は離着陸エリアの広さによっても異なる。機体重量が変化すると航空機の飛行特性、安定性、飛行性能、運動性能は変化するため注意が必要である。機体の重心位置の変化は飛行特性に大きな影響を及ぼすため、ペイロードの有無によって機体の重心位置が著しく変化しないようにしなければならない。カテゴリー飛行を行うにあたっては、無人航空機の飛行性能に関わる以下のような基本的な計算、機体重量、揚力、推力、空気密度、飛行速度、高度、回転翼の回転角速度の関係などについて理解しておく必要がある。1、飛行機の揚力、回転翼航空機の推力、飛行機の水平定常飛行においては、機体重量、揚力、空気密度、飛行速度の間に以下の関係がある。回転翼の推力は、空気密度、回転角速度の間に以下の関係がある。回転翼航空機、ヘリコプター、及び回転翼航空機、マルチローターのホバリング時には、機体重量と推力の間に以下の関係がある。また、回転翼の消費パワー、仕事率は、空気密度、回転角速度、推力の間に以下の関係がある。例えば、
高度3000メートルでの空気密度は、高度0メートルと比べると 0.74 倍になる。そのため、飛行機が同じ飛行速度で飛行するならば、揚力は 0.74 倍になる。そこで倍の飛行速度が必要である。回転翼航空機の場合も、同じ回転角速度で発生するプロペラの推力は 0.74 倍になり、同じ機体重量の回転翼航空機を飛行させるためには、倍のプロペラの回転角速度が必要であり、そのために必要な消費パワーは 1.16 倍になる。ペイロードが搭載されるなどして飛行機の機体重量が2倍になると2倍の揚力が必要となり、高度などの他の条件が同じであれば倍の機体速度が必要である。回転翼航空機の場合、機体重量が2倍になると2倍の推力が必要となり、高度などの条件が同じであれば倍のプロペラ回転角速度が必要で、消費パワーは8倍になる。飛行機において、機体重量が2倍になると、揚力が2倍必要になり、同じ芸角度で飛行するためには倍の飛行速度が必要になる。飛行中に速度を落としていくと、揚力を得るためには芸角度を大きくしなければならない。しかし、芸角度が大きくなりすぎると失速する。すなわち、飛行機には最低飛行速度、失速速度が存在する。飛行速度の増加が必要ということは、最低速度もそれに比例して増加することを意味する。すなわち、飛行機の機体重量が2倍になると、最低速度は 1.4 倍となる。2、飛行機の旋回半径。飛行機がバンク角、ロール角の定常旋回飛行を行うためには、力の釣り合いから水平定常飛行と比べて1倍の揚力が必要であり、飛行速度、旋回半径、重力加速度の間に以下の関係がある。例えば、飛行速度10メートルパーセカンド、バンク角20度の場合の旋回半径は、重力加速度 9.82、単に0度 0.36 であるので、以下のように求められる。また、コスに0度 0.94 であるので、1.06 倍の揚力が必要である。飛行機の滑空時に飛行経路が水平面となす角を滑空角、降下角と呼ぶ。無水力の定常滑空飛行状態での滑空角は、揚力、効力によって以下のように求められる。よって、ある高度からの滑空距離は以下のように求められる。ここで、は、陽光比である。例えば、陽光比15の無水力の定常滑空飛行状態であれば、滑空角は、水平到達距離、水平投射の場合、高度を飛行する飛行速度の無人航空機が揚力を失い落下を始める場合を考える。無人航空機を質点とみなせるものとし、空気抵抗は無視できると仮定すると、落下開始地点から地上に墜落するまでの水平距離は、フライトコントロールシステムの基礎。フライトコントロールシステムは、搭載されている各種センサ GPS、ジャイロ、加速度、方位、高度など、からの情報や送信機から発信された情報を処理し、機体を制御するための信号を送るシステムである。なお、センサ類は、キャリブレーションを必要とするものが多いため、各機体で指定された方法で、キャリブレーションが正しく行われているかを常に注意する必要がある。フライトコントロールシステムを構成する一般的なデバイスには以下のものがある。人工衛星の電波を受信し、機体の地球上での位置、高度を取得するデバイス、GPS、グローバルットシチオニヌシステム等しい。回転角速度を測定するデバイス、加速度を測定するデバイス、機体が向いている方向を地磁気を用いて取得するデバイス、レーザーや気圧センサなどを用い地上からの高度を取得するデバイス、メインコントローラー、操作の指令を機体へ送信する、または機体情報を受信するデバイス、送信機の情報を受け取る受信機または送受信機、無人航空機の飛行に用いられる各種センサの原理及び使用環境。ジャイロセンサは単位時間あたりの回転角度の変化を検出する装置であり、これにより、風などで機体が傾いた時に無人航空機の傾きや向きの変化を検出し、フライトコントロールシステムに情報を伝える。加速度センサは3次元の慣性運動、直行き3軸方向の平進運動を検出する装置であり、無人航空機の速度の変化量を検出するセンサである。ジャイロセンサと合わせて、機体の姿勢を制御する。地磁気センサは地球の磁力を検出して方位を測定する。高度の計測には主に以下のセンサがある。気圧センサは気圧の変化を歪みゲージを利用して読み取り、高度を計測する。超音波センサは音波の反射時間から高度を計測する。リダーはレーザー光、赤外線を照射し反射時間から高度を計測する。無人航空機の主たる構成要素。無人航空機で使われる電気、電子用語について、電池に関係する用語、単位、求め方及びその概要は以下の通りである。放電、飛行、中の電圧効果は電気回路の配線抵抗とバッテリーの内部抵抗によって決まる。出力単位 W 放電時電圧 V ×電流 A 単位時間あたりのエネルギー量を表す。出力が一定の場合、電池残量が少なくなると、放電時電圧が低下するため、電流は増大する。容量を電流 A×時間 H 密る充電から電圧が決められた最低電圧、終止電圧になるまでの間に利用できる電気量、放電時の電流の大きさや温度によって利用可能な容量は変化する。エネルギー容量 W、H、放電時電圧 V× 電流 A× 時間 H 容量と同様に、電流や温度によってエネルギー容量は変化する。充電率、モーター、ローター、プロペラについて、
電動の無人航空機において、ローターを駆動するモーターには、ブラシモーターとブラシレスモーターがあり、ブラシレスモーターの特徴は、メンテナンスが容易、モーター内部の清掃、ブラシの交換が不要など、静ね、長寿命であることが挙げられる。また、ローターは通常回転方向、時計回転、CW、クロックワイズ、反時計回転、CW、カウンタークロックワイズに合わせた形状となっており、モーターの回転方向に合わせて取り付ける要注意が必要である。モーター制御について、モーターの回転数は ESC、エレクトロニックスピードコントローラーにより制御されており、モーターで駆動されたローターの回転数を増減させることにより揚力や推力を変化させている。送信機から無人航空機へ送信される指令の流れ。無人航空機への指令は送信機から機体へ送られる。機体では受信機が指令を受け取りメインコントローラーからモーターまたはサーボを駆動させ機体を操縦している。送信機の信号について、一等。送信機の信号は同じ周波数帯が密集しているような場所では複数の電波が干渉して混信による誤作動が起きる可能性がある。電波混信の予防として飛行させる前に測定器などで周辺の電波の状態を確認することが望ましい。無人航空機で使用される送信機からの電波だけでなく、無線 LAN や WI-FI、高圧送電線の影響を受ける場合もあるため、周辺環境の確認が必要である。送信機の操縦と機能について、無人航空機は送信機のスティックを操作して、機体の重心を中心とする3軸の回転、ピッチ、機首を上下する回転、ロール、機体を左右に傾ける回転、揚、機首の左右への旋回やローターの推力の増減といった機体の動きの制御を行う。以下の通りスティック操作による機体の動きの割り当てはモードにより異なる。また、スティックのニュートラル位置を調整するためのトリムスイッチがある場合もある。スロットル、ローターの推力、揚力の増減、機体の上昇、降下。モード1、右側スティックの上下操作。モード2、左側スティックの上下操作。エレベーター、ピッチ方向の操作。機体の前後移動。モード1、左側スティックの上下操作。モード2、右側スティックの上下操作。エルロン、ロール方向の操作。機体の左右移動。モード1、モード2、右側スティックの左右操作。ラダー、両方向の操作。機首の左右旋回。モード1、モード2、左側スティックの左右操作。スロットル、プロペラの推力の増減。機体の前後移動。モード1、右側スティックの上下操作。モード2、左側スティックの上下操作。エレベーター、ピッチ方向の操作。機体の上昇、降下。モード1、左側スティックの上下操作。モード2、右側スティックの上下操作。機体の動力源について、無人航空機の機体の動力源として主に電動化エンジンが使用されている。電動機のメリットは振動、騒音が少ないため軽量化できるが、飛行時間が短いというデメリットがある。エンジン機のメリットは飛行時間が長く長距離飛行が可能であるが、エンジンによる騒音が電動に比べ大きいというデメリットある。バッテリーの種類と特徴。リチウムポリマーバッテリーの特徴。リチウムポリマーバッテリーはゲル状のポリマー電解質を採用したリチウムイオンバッテリーであり、多くの無人航空機に使用されている。リチウムポリマーバッテリーにはエネルギー密度が高い、電圧が高い、自己放電が少ない、メモリ効果、充電容量が次第に減少する効果が小さい、電解質が可燃物であるなどの特徴がある。リチウムポリマーバッテリーの取り合い上の注意点。リチウムポリマーバッテリーの取り合い上の注意点として以下ものが挙げられる。充電器は密ル充電になると充電を停止するが、過充電となる場合がある。過放電や過充電を行うと、急速に劣化が進み、寿命が短くなる。過放電や過充電の状態では、通常利用時よりも多くのガスがバッテリー内部に発生し、バッテリーを膨らませる原因となる。バッテリーが強い衝撃を受けた場合、発火する可能性がある。バッテリーのコネクターの端子が短絡した場合、発火する可能性がある。複数のセルで構成されたリチウムポリマーバッテリーの取り扱い上の注意。セル間の充電量のバランスを補正しながら充電することが重要である。バランスが著しく崩れたまま充電を行うと、セル間の電圧差が生じ、セルによって過放電となる現象が起こり、急速に劣化が進む。そのため、セル間の充電量のバランスを取るバランスコネクタがついているタイプは、充電時にそのコネクターを充電器へ接続することが重要である。エンジン機は、エンジンの回転を動力にローターを回転させ揚力と推力を得ている。エンジンには2ストロークエンジン、4ストロークエンジン、グローエンジンなどの種類がある。エンジンの種類により、潤滑方式、燃焼サイクル、点火温度などが異なる。燃料にも種類があり、それぞれのエンジンでメーカーが指定する燃料を適切に扱う必要がある。燃料にオイルなどを混ぜた混合燃料を使用する場合は、適切な混合比での使用が必要である。物件投下のために装備される機器。無人航空機で物件投下する機器は、救命機器などを機体から落下させる装置や農薬散布のために液体や粒剤を散布する装置などがある。物件投下装置は意図せず物件が落下しない構造となっているが、投下装置の多くは搭載位置や対象物や手順などが定められているため、各投下装置の特性と機能を熟知しなければならない。特に物件投下用のウィンチ機構で吊り下げる場合は、物件の揺れ、
10日前後の重心の変化に注意しなければならない。農薬散布する装置の多くは、それぞれ決められた飛行速度、飛行高度などが定められている。ただし、風などの影響で対象区域より飛散する可能性があるため、第三者や第三者の土地に農薬が誤って散布しないように配慮しなければならない。機体またはバッテリーの故障及び事故の分析。機体の故障や事故の分析について、無人航空機の多くは、機体の異常情報を、機体本体または送信機のランプや音などで知らせる機能を有している。また、飛行軌跡や機体の情報、フライトデータを記録している機種もあり、事故の原因分析を詳細に確認することも可能である。事故や故障の原因調査は、機体や飛行の安全性を向上させる重要な要素であるので、フライトデータを記録することが推奨される。リチウムポリマーバッテリーに関わる電気的なトラブル。リチウムポリマーバッテリーに関わる主な電気的トラブルを以下に示す。ミツル充電のリチウムポリマーバッテリーを使用し、無人航空機を急上昇させた場合、直後にバッテリー残量が減った様に見えることがある。これはバッテリーから大きな電流が流れたことで一時的な電圧低下が生じることが原因である。冬季の飛行では飛行時間が半減することがある。気温が低下すると放電能力が極端に低下するためである。リチウムポリマーバッテリーは高密度なエネルギーを大容量で出力できるが、バッテリー残量が減り、電圧低下してくると、急激に出力が弱くなり、墜落の原因となるので注意する。機体以外の要素技術。電波の性質の種類と特徴は以下の通りである。電波には障害物などの後ろに回り込む回折という性質。異なる媒質にぶつかると透過、反射あるいは屈折する性質。周波数の近い電波が重なると電波干渉が発生し、お互いを減衰させる性質などがある。2.4GHz の電波は回折しにくく直進性が高いため障害物の影響を受けやすくなる。性質の種類性質の特徴。直進電波は進行方向に障害物がない場合は直進する。反射、屈折電波は2つの異なる媒質間を進行するとき、反射や屈折が起こる。常に反射の法則、入射角と反射角の大きさは等しいが成り立つ。回折電波は周波数が低い、波長が長いほど、より障害物を回り込むことができるようになる。干渉電波は2つ以上の波が重なると強めあったり弱めあったりする。減衰電波は進行距離の2乗に反比例する形で電力密度が減少する。進行距離が2倍になると電波の電力密度は1月4日になる。周波数により特性は異なるものの、電波は水中では吸収されて大きく減衰される。送信アンテナから放射された電波が山や建物などによる反射、屈折などにより複数の経路を通って伝播される現象をマルチパスという。反射屈折した電波は到達するまでにわずかな遅れを生じ、一時的に操縦不能になる要因の一つとなっている。マルチパスによって電波が弱くなり一時的に操縦不能になった場合は送信機をできるだけ高い位置に持ちアンテナの向きを変えて操縦の復帰を試みる。フレネルゾーンとは無線通信などで電力損失をすることなく電波が到達するために必要とする領域のことを言う。無線通信での見通しが良いという表現はフレネルゾーンがしっかり確保されている状態であることを意味する。フレネルゾーンは送信と受信のアンテナ間の最短距離を中心とした楕円体の空間で、この空間は無限に広がるが、電波伝播で重要なのは第一フレネルゾーンと呼ばれる部分である。このフレネルゾーン内に壁や建物などの障害物があると、受信電解強度が確保されず通信エラーが起こり、障害物がない状態に比べて通信距離が短くなる。このフレネルゾーンの半径は周波数が高く、波長が短く、またはお互いの距離が短くなればなるほど小さくなる。2.4GHz 帯、5.7GHz 帯の場合、2地点が100メートル離れたケースでは2メートル以下、地面も障害物となるため、フレネルゾーンの半径を考慮してアンテナの高さを十分に確保する必要がある。無航空機の運航において使用されている電波の周波数帯、用途。無人航空機の運航において使用されている主な電波の周波数帯は 2.4GHz 帯、5.7GHz 帯、920MHz 帯、73MHz 帯、169MHz 帯である。169MHz 帯は主に 2.4GHz 帯及び 5.7GHz 帯の無人移動体画像伝送システムの無線局のバックアップ回線として使用される。電波の周波数帯や出力、使用するアンテナの特性、変調方式、伝送速度などによって通信可能な距離は変動する。無航空機以外も含めた日本の電波の利用状況、電波の特性として、波長が長いほど直進性が弱く情報伝達容量が小さくなるが減衰はしにくい。逆に波長が短いほど直進性が強く情報伝達容量が大きくなるが減衰はしやすい。無人航空機の制御用通信に多く使用される極超短波は 10cm1 メートルの波長、周波数 300MHz、3GHz で、超短波、波長1から10メートル、周波数30から 300MHz に比べて直進性がさらに強くなるが、多少の山や建物の影には回り込んで伝わることができる。伝送できる情報量が大きく、小型のアンテナと送受信設備で通信できることから、携帯電話や業務用無線、アマチュア無線、無人航空機など多種多様な移動通信システムを中心に、地上デジタル TV、
空港監視レーダー、電子タグ、電子レンジなど幅広く利用される。マイクロ波は1から10センチメートルの波長、周波数3から 30GHz で直進性が強い性質を持つため特定の方向に向けて発射するのに適している。伝送できる情報量が非常に大きいことから、衛星通信、衛星放送や無人航空機の画像伝送、無線 LAN に利用される。レーダーもマイクロ波の直進性を活用したシステムで、気象レーダーや船舶用レーダーなどに利用される。電波の送信、受信に関わる基本的な技術。送信機のアンテナから発射される電波の強さは方向により異なる。無指向性のアンテナの場合は、アンテナの周囲に対して同様に発射される。アンテナの角度は調整できるので、操縦時の送信機の持ち方や無人航空機の位置を考慮して最適なアンテナ角度を設定する必要がある。電波の特性に伴って発する運航上のトラブルの調査、分析、一等。外来電波や他の設備、機器からのノイズにより無線設備の通信環境が不安定になることがある。電波環境の調査として、スペクトラムアナライザを用いて、使用している周波数と同じ電波が現地エリアで使用されている状況や、他の設備、機器からノイズが発生していないかを確認する方法がある。様々な無線局が散在する市街地での飛行のためには、電波環境の調査は非常に重要である。電波と通信に関わる基本的な計算、一等。カテゴリー飛行を行うにあたっては、電波と通信に関わる基本的な計算、周波数帯や送受信間距離を踏まえ必要となるアンテナの高さなどについて理解しておく必要がある。フレネルゾーン半径と必要なアンテナの高さ。フレネルゾーンの半径、R、M、送受信アンテナ間距離、D、M、使用周波数 F、H、Z、波長、M とすると、これらの間には以下の関係がある。蒸気式を用いた送受信アンテナ間距離100メートル、使用周波数 2.4GHz の時のフレネルゾーンの半径の具体的な導出方法を以下に示す。送受信アンテナ間距離 D イコール100メートル。波長 3×108、QL 2.4×109、0.125M、光の速度 3×108 メートルパーセカンドとした場合と求めることができる。以上より、フレネルゾーンの半径 R は、よって理想的なアンテナの高さは 1.77M 以上となる。なお、実際にはフレネルゾーン半径の 60% 以上のアンテナ高さが確保できていれば、フレネルゾーンに障害物がない場合と同等の通信品質を確保できると言われている。この条件にて必要なアンテナの高さを計算すると、1.77×0.6、1.1M 以上となる。地磁気センサの役割について、地磁気センサにより地球の磁気を検出することで機体の向き、方位や姿勢を知ることができる。地磁気センサは正常な方位を計測しない場合があるが、それは磁力線が示す北、磁北と地図の北に変化度が生じるためである。飛行環境において磁気に注意すべき構造物や環境について、地磁気の検出には、鉄や電流が影響を与える。一般的に影響を与えるものは、高圧線や変電所、電波等、鉄材を多く使用された建物、新幹線や電車の鉄道、自動車、鉄板など鉄材が多く埋め込まれた場所などが挙げられる。機体の姿勢や進行方向に影響を与える場合がある。無人航空機の磁気キャリブレーションについて、無人航空機の磁気キャリブレーションとは、飛行前にその場所の地磁気を検出して方位を取得し、GNSS、機能やメインコントローラーに認識させることである。磁気キャリブレーションが正しく行われていないと、機体が操縦者の意図しない方向へ飛行する可能性がある。飛行させる場所により、地磁気の方向は異なるので、磁気キャリブレーションを行うことが重要である。自動操縦では手動操作よりも高精度な GNSS 測くらいが必要である。自動操縦のためにあらかじめ地図上で設定したウェイポイントは GNSS の測位精度の影響を受けるため、精度が悪化した場合は実際の飛行経路の誤差が大きくなる。機体の整備、点検、保管、交換、廃棄、電動機における整備、点検、保管、交換、廃棄、運航者が実施すべき定期的な整備、点検項目。運航者、無人航空機を運航する者を言う。以下同じ、は飛行前後だけではなく、無人航空機ごとに定められた一定の期間や一定の総飛行時間ごとに整備点検を行う必要がある。そのため、各機体メーカーが設定する整備内容を熟知し、必要なタイミングで修理などの整備を行う必要がある。リチウムポリマーバッテリーの保管方法。リチウムポリマーバッテリーの保管方法における主な留意点は以下の通り。バッテリーの劣化を遅らせるため、長期間使用しないときは充電 60% を目安に保管すること。密る充電の状態での保管油は飛行後の放電状態での保管は、電池の劣化が進みやすく電池が膨らみ、使用負荷になることが多いので行わないこと。短絡すると発火する危険があるため、バッテリー端子が短絡しないように細心の注意を払うこと。機体コネクターとバッテリーを接続したままにしないこと。万が一発飛しても安全を保てる不燃性のケースに入れ、突起物が当たってバッテリーを傷つけない状態で保管すること。落下させるなど衝撃を与えないこと。水にじゅらさないこと。バッテリーを高温35度 C 超になる環境で保管しないこと。リチウムポリマーバッテリーの交換時期のチェックが特に重要なものとして、リチウムポリマーバッテリーが挙げられる。リチウムポリマーバッテリーが膨らんでいる場合は、
か充電などでバッテリー内部に可燃性ガスが発生している可能性があるため、早めに交換を行う。リチウムポリマーバッテリーの廃棄方法。無人航空機の運航で生じる廃棄物は、各地方自治体のルールに従って廃棄しなければならない。事業で用いたリチウムポリマーバッテリーを廃棄する場合は、法律にのっとり、産業廃棄物として廃棄する。エンジン機においては、飛行前後以外に一定の期間または一定の総飛行時間ごとに、メーカーが定めた整備項目を整備手順に従って実施する。運航者のエンジンの整備に関する知識及び技能が不足している場合は、専門の整備業者に依頼する。